皆さんこんにちは、日月美和です。今回は日本画とは何かというテーマでお話しします。これまで私は日本画の描き方に関する動画をアップしてきたのですが、その中でそもそも日本画とは何なのか、何をもって日本画と呼べるのかという質問をよくいただいたので、今日はその日本画というもの自体についてお話ししようと思います。まずはじめに一つ言っておきたいのが、この日本画とは何かということについては実は割と奥が深い問題で、これといった明確な答えはないと思ってください。その理由についてはこれから説明しますが、ここではあくまでも全く日本画というものがわからないという方がこれから絵を見るときにどういう意味合いで日本画という言葉が使われているのかというのを考える手がかりになればなと思います。ではまず日本画という言葉を聞いて皆さんが想像するのはどういうものでしょうか。例えば浮世絵だったりお寺やお城の障壁画、それから歴史の教科書に載っているような戦国武将の肖像画、そういうものが上がるんじゃないかと思います。そしてここで皆さんが疑問に思うことというのが、それらの絵画と例えば私が描いているような現代の日本画、全く雰囲気が違うじゃないかということだと思います。なので日本画という言葉がどういうものを指すのかというのが皆さん分かりにくいんだと思います。さて今日は日本画について3つの観点からお話ししようと思います。1つ目は日本画という言葉について、2つ目は画材について、そして3つ目は表現や思想についてです。まず1つ目の日本画という言葉についてですが、この日本画という言葉自体何百年も昔からあったわけではありません。昔の人々が自分たちの国で一般的に描かれている絵画を日本画と呼んでいたわけではないということです。それではいつからこの日本画という言葉が使われているのかですが、これは明治期になって西洋からたくさん絵画が入ってきた時に、これまでこの国で一般的に描かれていた絵画と新しく入ってきた西洋画とを区別するために生まれた言葉です。なので近代の人々が区別をしやすくするためにそう呼ぶようになったというだけのことです。続いて画材と表現の説明に入りますが、先ほど日本画というものの定義が曖昧といった理由はここにあります。簡単に説明すると、この日本画という言葉を画材から見て分類するか、それとも表現や思想から分類するかという大まかな2つに分かれているということです。そして先ほど挙げた絵画の多くはその2つとも備えています。そしてもちろん現代の日本画家さんの作品でもその2つとも備えている人もたくさんいます。しかし現代のたくさんのアートを見る中で、日本画なのか油絵なのかそれとも水彩画なのかというような一見しただけではジャンルがわからない絵画というのを見たことがあるんじゃないかと思います。実際に私の作品も初めて見られた方の多くは、これは水彩画ですかというふうに尋ねてこられます。そんな時私はこれは日本画ですというふうに返すのですが、では私は自分の絵画を何をもって日本画と呼んでいるのかというと、これが観点2の画材です。この画材というのは言葉通りに先ほど挙げたような昔の絵画と今現在私たちが描いているような日本画、それらが同じような画材で描かれているということです。それは紙や絹や木などの天然の素材に岩からできた岩絵の具や植物から取った染料などをにかわを使って溶いて描くということです。以前の動画でも説明しましたが、岩絵の具は今では人工のものがとてもたくさんできていますし、にかわを使わなくてもにかわの代わりになるようなものもたくさんあるので、日本画と一口に言っても画材の幅は広がっているのですが、一応岩絵の具とにかわを使って和紙や絹など天然の素材に描くというようなジャンルの人を日本画と呼んでいると思います。それでは3つ目の思想や表現についてです。日本画と呼ばれる昔の絵画を見たときに皆さん思ったことはないでしょうか。どうしてこんなに日本画は平面的でメリハリがないのか。例を挙げるともっと分かりやすいと思うので、皆さんよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザと同じような時期の日本の戦国武将の絵画と比べてみましょう。こうして見てみると、
どう考えてもモナリザの方が本当にそこに人がいるような、まるで写真のような立体感があると思いませんか？そして反対に日本画の方は背景もないし影もないし、顔もわかるといえばわかるけど、そんなに立体的ではないので本物らしさがないと思いませんか？しかし当たり前ですが、当時の西洋人は体が立体的だったけど東洋人は薄っぺらかったなんていうわけはないので、ではどうしてこんなに違うのかというと、それが思想や表現の違いになります。西洋は西洋、東洋は東洋で全く違った環境や歴史があるので、それぞれに良いとされている表現が全く違うというわけです。まず西洋では写実が求められていました。例えばこのフィギュアを描くなら、この毛並み一つ一つやこの顔の雰囲気から、これが乗っている私の手、それからこの影の状態まで、今ここにあるこのもの自体を写真に撮って切り取るように写し取る、それが良いとされていました。では反対に昔の日本画ではどうだったかというと、今見えているこの状態をそのまま写し取らずに、この見えている中から不必要なものは省いて、必要最低限のものだけを描いて、この本質を抜き取る、そういうことを良いとしていました。このあたりが難しいのでもう少し説明しますと、例えばこのフィギュアは今この日この状態、この照明だからこう見えているわけで、ではこれが全く違う時間、全く違う場所に置いていたりしたら、きっとこの毛の色の見え方も違うし、ここにできる影の向きも変わってしまうと思います。しかし昔の日本画の考え方としては、そのように見る時間や場所が変わるごとに全く違った姿に見えてしまうというのは良いことではなくて、それならばいついかなる時場所であっても、これと分かる部分だけを抜き出して描こう、そういうふうに本質だけを描こうとするというのを良いとしていたということです。この辺りの話はなかなか理解しにくいところも多いと思うので、今後またこの表現や思想についても別の動画でお話できたらと思います。というわけで3つ目の思想や表現から見た日本画というのは、今お話ししたような観点から捉えた絵を描いているかどうかということになります。なので例えば油絵やアクリル絵の具など全く日本画の伝統的な画材は使っていないけれど、一見するとその絵は伝統的な日本画のように見える、そういう作品を描かれている方は自分の作品を日本画ですというふうに言ったりもします。こんな風に日本画という言葉には現代では画材的な観点と思想表現的な観点と2つからの見方があるということになります。はい、というわけで日本画という言葉についてと画材と表現による分類についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？少しでもこれから日本画というものを判断する参考になったら嬉しいです。私個人の話をしますと、例えば私は子供の頃は漫画やイラストをよく描いていて、大学に入ってからは油絵を描いて、それから今は日本画を描いているわけなんですが、そんな風に現代の画家さんはおそらくいろいろなものを見てきて、その結果自分のスタイルになったという方が多いと思います。なので一見するとこれが何なのかというジャンル分けがしにくい作品が今は多いと思います。しかし美術関係者の方も一般の方もこれが何なのかという分類をした方が見やすいので、これは何ですかというふうに聞かれます。私は自分の作品を見て、これは水彩画ですかと聞かれた時に、いやこれは表現としては西洋ですけど画材としては伝統的な日本画のものを使っているので両方混ざった作品ですと伝えても、一般の方はきっと理解しにくいと思うので、もう一言画材的な面で日本画ですというふうに伝えるようにしています。なので私は油絵の具で描くから油絵、水彩絵の具で描くから水彩画、鉛筆で描くから鉛筆画というような一つのジャンルとして日本画という言葉を使っています。この辺りの言葉の選び方というのはとても個人差があるので、もしかすると私とは全く違う意味で日本画という言葉を使っている方もいるかもしれませんが、少しは参考になったんじゃないかと思います。というわけでこれまでの話を踏まえて最後に一つ皆さんに考えてもらおうと思います。例えば油絵の具で描いた日本の伝統的な人物画、そして反対に日本画の絵の具で描いたモナリザのような写実的な人物画、あなたならどちらを日本画と呼びますか？ぜひ考えてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。